はい、お疲れ様です。虹玉屋の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。今回は、添削。虹玉添削を受けて、どんなね、ビフォーアフターになったかっていうね、紹介動画です。で、前回もね、この動画、これでね、一人紹介したんだけども、この時ね、受講してくれた方っていうのは、フェルト歴がね、まだ3ヶ月。その時に、添削受けてくれたのね。で、この作品から短期間でここまでできるようになってる。もうこれもすごいんだけど、で、今回ね、紹介する人っていうのは、フェルト歴が1年半ぐらい。で、ちょっと違うのは、キジトラレッスン動画を見ながら、実在するモデルがいて、その子、まあ、事務地の子なんだけども、その子をね、作ってみたけど添削してほしいですっていうね、内容だったんだよね。まあ、普通の添削と違って、この子に似せていくためにはどうしなきゃいけないんだよっていう、まあ、観点も踏まえた添削動画になっているので、ちょっと参考になるところがあるんじゃないかなっていうところと、何よりも、この後の成長スピードがすごくて、で、それがわかるね、動画にしてるので、もうぜひね、添削受けてみようかななんてね、悩んでる人はね、もう参考になるんじゃないかなと思うから、まあ、ぜひね、ちょっとね、最後まで見ていってください。はい、それじゃあ今回もね、虹玉添削受けたね、受講生がどれぐらいの成果をね、上げたかっていうね、このビフォーアフターをね、紹介していきたいと思います。まあ、知らない人もいっぱいいると思うので、虹玉添削っていうのを僕やってて、僕の YouTube で発信しているレッスン動画何個か作成してるんだけど、これを見ながらね、実際に作品を作ってみて、僕に添削してほしいですっていう人に向けて、こういうことをやってるんだけれども、今回は、そのね、虹玉添削を受けることで、まあ、どんな効果が得られるかっていうね、こう実際の受講生の作品見てね、ちょっとね、紹介していきたいと思います。はい、今回ね、添削受けてくれた方は、フェルト歴がね、1年半で、僕のね、キジトラレッスン動画を見ながら、まあ、モデルの子がね、実在した子で、まあ、以前ね、買っていた子なんだけれども、まあ、その子をね、作りたいというところで、頑張って作ってくれました。でね、その作品がこちら。まあ、ベースの段階からね、こうやってね、送ってもらって、そしてね、作品こんな風にできましたっていうところなんだよね。もうよくできてるんだよね。だけど、まあ悩みとしては、今までも1年半いろいろ作ってみたんだけども、どうしてもアニメみたいなキャラクターになってしまうと。で、なかなかリアルな感じで作れないんで、添削お願いしますっていうところでね、僕のところに来たんだけど、まあこの子がモデルでね、まあ、虹の橋を渡ってしまった子なんだけど、まあこの子を作りたいという思いでね、来てくれました。まあ添削を受けるときに作品の写真だけじゃなくてね、その他に作り方の質問とか、いろいろ普段疑問に思っていることもね、実際にね、僕の方で答えるようにします。で、これに対するね、アンサー動画を僕が大体ね、まあ10分くらいの動画になるんだけども、そういったものをね、送ってます。で、1回目のね、アンサー動画を見てもらいます。で、これはね、かなり間カットしてるので、話がね、ちょっと繋がらないところもあるけど、でも実際にね、添削してる内容です。それじゃあね、作品のね、添削の方を始めていきたいと思います。あ、これが足りないな、ここができてないなっていうところをね、ざっと上げていくと、顔の横の幅、これが足りないですよね。ここが足りないっていうことが起きてる。それから、鼻がね、大きいんです。鼻が大きいなって。あと、口元。もう少しここね、うまく作ってあげたら似るのになっていうところと、下顎大きいなっていうところです。あとね、一番ちょっとね、目を引いたのは、ここ。もう少ししっかり目頭の方を開けてあげるっていうかな。しっかり作ってあげるっていうところ。あとね、額の高さが足りないなっていうところですね。ざっと見たときに、これをしっかり修正してあげたら、もう少し似るんだけどなっていうところでしたね。っていうところを踏まえて話をしていきますね。まずね、この正面の方を見てほしいんだけども、何が違うかっていうと、このね、後ろの高さがね、足りないんですよ。まあ、額自体の高さが少し足りないんだけれども、それと合わせて耳の土台って僕が言ってる部分ですね。そこがね、もう少しね、こうやって盛り上がってこなきゃダメなんですよ。で、横の写真を見たらわかるけど、こういう風に下がっていってるじゃないですか。これがね、ちょっと違う。で、こういう風に上がっていくように作らなきゃいけない。だから足りないのは、ここに耳の土台をしっかりもう少しつけてあげると、こういう上がっていく形になるんですね。ここに耳の土台があるんですね、これ。これが耳の土台の部分なんだけど、しっかり作ってるんだけど、小さいのと、ここ幅がね、全然違いますよね、ここ。頬骨のこの頂点っていうか、あるじゃないですか、ここ。このライン上に来るように作って、これぐらい出てこれば作り込んであげるといい。次、これもね、みんなやりがちです。こういう風になって、この目の上のこの高さがね、すごく高いんですね。この部分ですね、横から見たら。で、横から見ると、ここが低くて、頬骨はこうなってるんですよね。だから、ここをもう少しこういう風に低くしてあげなきゃいけないんです。これ今の状態だとここ高いですよね。ここが高いと何が起きるかっていうと、猫の顔じゃなくて、どちらかというと、
猿の顔になっちゃうんです。ここが大きいと高いと。鼻の作り方の話をします。これはね、僕 YouTube の方では配信してる内容の中では言ってないんだけども、ちょっと難しいからですね。で、習いに来てくれた人にだけはちゃんと教えてるんだけども、ですね、鼻の作り方の意識をね、変えてください。っていうのはね、ここ低いですよね。作品作るときに YouTube の中でも言ってるけど、こういう風に作った後、ここをへこました方がリアルに見えるんですよ。こういう風にへこませてるじゃないですか。ここからがちょっと伝えてないところで難しくなるから言ってないんですけど、ヒゲ袋の形、この子はここのラインしっかりね、くっきりしてるから、これをね、特徴なんでしっかり出してあげた方が。そういうことをやっていくと、どうなるかですね。いきますよ。はい。こんな感じになるんです。これは作品を少し切り張りして合成しただけです。で、やったことは何かっていうと、耳の幅をね、ほんの少しだけ広くしました。で、上から行くと、額の高さをね、少し高くして、顔の横、顎関節、エラの張りの部分ね、あれをしっかり作ってあげると、こういう風に出てくるので、それを今してる状態です。目がもう少ししっかり目頭側の方でもう少しね、向いてあげるっていう、しっかり目を出してあげなきゃいけない。それをやってるのと、さっき話した鼻の作り方、こっちのように、合成のように、より似たシルエットになります。ちょっとね、すごくいっぱい言ったし、すごく大変な工程だと思うんです。だけどね、僕できない人には言わないので、絶対にこれできると思います。なのでね、ぜひやってみてください。で、時間はどれだけかかってもいいです。はい、こんな感じでね、1回目の添削が終わりました。かなりね、モデルの子に似せて作るっていうことも入ってるんで、相当なね、量の修正をね、課題を与えたんだけど、これね、どうなってきたかっていうとね、こんな作品にね、仕上がってるんですね。もう全然違う作品ですよね。たった一度ね、しっかりとしたアドバイスを受けることで、こんなにね、別物の作品をね、作れるようになる。すごいですよね。LINE の方でも言ったけどね、本当にすごくよく修正したなと思ってね、これすごいですよ。本当に修正力高いです。さらに似せたいって思ってると思うんで、自分でね、仮説を足したように、目なんですよ。目の表現が違う。なので、こうやってしっかりとまぶたをかぶせてあげることで、この目つきとか表情を作ってあげることができて、この時に気をつけてほしいのが、みんなね、上まぶたばっかりを形整えようとするんだけど、そうではなくて、下、特にこの部分、この辺の部分、ここをしっかりとかぶせられるかどうか。あともう一個言うと、ここがあるのとないのとじゃ全然作品のレベル違って見えるので、こうなってるじゃないですか。ここね。この表現がみんなできないんです。できなくて、こうやってアーモンド型にして、こうやってやるから、すごい、ここが何もなくて、黒を入れてしまうもんだから、鋭い目つきになっちゃう。優しさがない顔になっちゃう。この修正前の作品の時から、これをね、しっかり作れてるので、優しい顔が作れてるんですよ。僕は大体体のパーツの大きさを比較するときに必ずその子のどこかの大きさと比べるようにしてるんだけど、大体目と比べることが多いんだけど、目でちょっとね、見てほしいんですよ。この鼻のこの幅ですよ。この幅の長さってどうでしょう？目に対してどれぐらいの長さかなって、この3分の2あるかないかぐらいだと思うんですよ。で、作品の方を見てください。例えば、修正前だとこの長さなんで、下手すると瞳より幅があるんじゃないか。同じ大きさかなっていうところじゃないですか。で、修正後、鼻を小さくはしているんだけれども、この幅が目と比べた時に、モデルの子だったら3分の2ぐらいなんだけど、それを超えてるじゃない。だから鼻がちょっと大きく見えるんですよね。という風にパーツの大きさを比較してあげると、バランスの良い大きさっていうのを作れるようになるんで、ちょっとそういう風にね、やってみるといいです。で、そういったところを修正するとどうなるかっていうと、いきますよ。はい、こんな感じです。顔変わりましたよね。もう一回いきますよ。ここからこうなってる。で、今回いじったのは、作品の大きさとか変えてないです。まぶたをしっかりとかぶせただけですね。さっき言ったように。そして、鼻を小さくしました。で、鼻を小さくした時に、この鼻下の長さ気にしてほしいんです。鼻の高さと鼻下の長さがほぼ一緒なんです。だからここにちょっとまず一つ違和感が出ちゃうんですよね。鼻下の距離っていうのを縮める必要があります。目をかぶせて鼻の位置を変えるだけで、これだけさらに寄せることができます。で、これでもまだもう少し似せれるんですよ。で、ここから何をしなきゃいけないかっていうと、さらにですよ。いきますよ。はい、こうなります。もう少しね、模様とか、そこをね、もう少し明確に表現してあげた方がいいです。で、特に気をつけてほしいことって、
このね、目頭の部分ね、もう少しね、この作品としてね、こう、目開けてあげた方がいいです。これですね。ここ、寄り目のようにちょっと見えちゃうじゃないですか。っていうのは、目頭の方の、ここの見せ方が甘いので、ちょっと寄り目っぽく見えちゃうから、ここをしっかり開けてあげる必要があります。はい、というわけでね、こんな感じで2回目のアンサー動画も送ってね、実際はこの後に、これからね、どんな感じで練習していったらいいよなんていう簡単なアドバイスとかもしてるんだけれども、とにかくね、この1回の添削、2回の添削なんだけども、それで、やっぱりね、変わるのは、この作った作品が、うまく仕上がるっていうことじゃないのね、僕が言いたいのは。この添削を受けることによって、得られる最大のメリット、価値は何かっていうと、ここからの成長スピードなの。これね、すっごいから。全然変わるから。で、実際にね、この受講してくれた人が、どれぐらいね、この後ね、成長スピードが上がってるかっていうのが分かる画像をちょっと紹介したいんだけども、フェルト歴ね、1年半っていうところで、これまでにね、作った作品、こんな感じの過去作品をね、紹介してくれたんだけども、もう一つはこれね、こんな感じ。そして、今回の作品。添削前がこの状態で、添削を受けた後ね、2回目この状態になってる。このね、過去作品の状態から、そして今回添削受けて、どれほど成長したかっていうのがね、わかるのがこれ。はい、これです。すごくないですか、これ。これね、添削が終わってから、多分、20日間くらいしか経ってないんですよ。その後に、添削の後にこれ作ってるんですね。こっちの白黒の子ね。これだけでもすごいなって思ったのにね、さらにすごいと思う写真があって、それがね、これ、やばくないですか？そっくりですよね。いやー、ほんとね、すごいなと思って。なぜここまで短期間で技術が上げられるのか。これにはね、もちろん明確な答えがあるんだけど、今の世の中ね、いろんな情報があるじゃない。フェルトの本だって買えばね、細かく作り方載ってるし、僕みたいに YouTube で発信してる人だっている。教室に通えば習うことだってできるし、オンラインで講座を買うこともできる。だけど、なぜみんな上手くなっていかないの？頑張ればね、ある程度のレベルまでは行くの。だけど、どこかでね、やっぱり技術は頭打ちしちゃう。一人の力じゃね。もちろんそれには個人差があるけれども、で、そうやって自分の技術にブレーキがかかるっていうかな、成長がね、少し鈍化してきた時に、やっぱり今度必要になるのって、今自分に何が起きてて、どうしていかなきゃいけないかっていう、ここのアドバイスをもらえるかどうかなんでね、ここがね、ものすごく大きい。で、教室とか通ったらさ、僕もね、ペルト教室じゃなくて、自分がね、スキーとか、もしくは自衛官時代ね、教官として長年やってきたから、やっぱり思うんだけども、教え子ができない時に、いや、ここがこういう風にやるんだよって、やり方だけを教える、指導者が本当に多くて、で、それって確かにその場ではね、一瞬できるようになるの。言われたことやるだけだから。簡単なの。だけど、それじゃね、成長しないんだよね。大事なのって、今、なぜそれができないのか。で、そのできない原因はどこにあるのか。ここが追求して本人が納得できないと、成長につながっていかないわけ。あ、なるほど。ここがこういう解釈だったから間違っていたんだな。あ、なるほど。だからこういう風にしなきゃいけないんだな。これが腹落ちすることでぐんと成長スピードが上がるのね。これが添削なの。ただ、こういう風に作ってっていうのがアドバイスをしてるわけじゃないの。とにかくこの問題の原因を見つけること、そしてどういう風にしなきゃいけないかっていうこの解決策を持っていくこと、これがね、添削だから、ぜひね、こういうのね、機会あったら受けてみてください。はい、というわけで今回はね、添削を受けたらね、こんなに成長スピード変わるんだよっていうのをね、紹介する動画だったんだけれども、これちょっと勘違いしてほしくないのは、だからね、僕の虹玉添削を受けに来いって言ってるわけじゃなくて、半分言ってるんだけども、そうではなくて、今ね、教室に通っている人、あるいは目指している作家さんもいるだろうし、そういった作家さんの講座を受けてる人もいると思うの。で、そういう人たちはもうね、機会があったらね、どんどんこういうのね、受けた方がいいよ。もうぜひ受けた方がいい。これなぜかっていうとね、時間が変えるの。一人でね、頑張ってても、ずーっとね、ただただ時間が過ぎていくじゃない。で、時間は過ぎるんだけど、技術は上がっていかないじゃない。成長がなかなか鈍化するんだから、それはそうだよね。だって行き詰まってるんだから。だからその時は、やっぱり、ちゃんと教えてくれる指導者のところに行って、しっかりと指導を仰いで、さっきもね、動画の中で言ったけども、今起きている問題はどこにあるのか。だから、どうしていかなきゃいけないんだよ。っていうことをしっかりと教えてくれるところに行って学ぶのがもう一番いい。そうすると、成長のスピードがね、さっき紹介したようにドンと変わるから、進むべき方向、成長する方向がたった一度変わるだけで、半年後、1年後、3年後、どんどん差が開いていく。だからこそ、自己投資するためにしっかりと学びに行くっていうのは重要だよっていうね、そんな話です。
もちろんね、人それぞれだからね、一気にここまで行く人もいるし、ここまでしか行かない人もいる。でも、確実にここよりも絶対に上に行ってるから。絶対に積み重なってるから。これをね、積み上げていくと、やがてね、自分の目指すところにたどり着くから。ぜひね、そういう風に活用してほしいなと思います。はい。今回の動画は以上です。ためになるなと思ったらね、ぜひね、チャンネル登録してね、いいねボタン、LINE 公式なんかもやってるので、こういった講座をやりますっていうような通知とかは、LINE の方ね、登録してもらえたらね、そういう通知が行きますんで。で、概要欄にね、LINE 公式の方が貼ってあるんで、そこからね、友達登録してください。はい。あとね、コメント欄でどんどん質問ください。これはね、みんなにシェアした方がいいなっていうようなね、質問とかそういったものはね、こうやって動画にしてね、回答していくのでね。はい。そんなところです。最後まで見ていただきありがとうございました。ではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕がフェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。